おはようございます。ランチャンネルです。今回はですね、ちょっと知り合いの方からインスタ 360-1X2 こちらをお借りしているので、ちょっとですねこちらの方もちょっと簡単にレビューをしてみたいと思います。こちらですね、もうすでにですねこの今 X2 ですけども、この X3 っていう、新しいバージョンも出ているので、ご存知の方も、結構多いのではないかと思うんですけれども、こちら何かというと360度カメラになります。で360度カメラなんですけども、以前ですね、私はこのリコーのシータ、こちらを持ってまして、ちょっと動画の方でも少し紹介したことあったと思うんですけども、これがですね買ったのがもう5年ぐらい前の話なので、メーカーも違いますけども、さらに進化した360度カメラと言えると思います。でこのインスタ360といえばですね、これもですね、結構動画好評いただいてたんですけども、今年出たインスタ360フローというですねスマホ用ジンバル、こちらですねを作った会社でもあります。このインスタ360フローですね、これも個人的には日常的に、ずっと持ち歩いている感じで、何かあったらですねさっと取り出していろいろと撮影をしたりしてるんですけども、かなり手軽で、さっと取り出せて扱えるので、普段使いの普段の生活の中でも結構重宝している機材となります。結構周りの方でもですねこれ買ったよという方が結構いらっしゃるので、やっぱり、結構人気なんだなと、感じています。まずはですねこのインスタ 360-1X2、こちらはどういう機能があるのかっていうのをざっくり説明をして、で実際にどういう動画が撮れるのかっていうのも、少し作例をですね、ご覧いただきたいなと思います。でまたですね、これとはまた別の動画にはなるんですけども、 YouTube 上で360度動画をアップするとですね、例えばスマホだとこうスワイプしたりするとですね、その見たい方向が見られるような、いわゆる VR 動画みたいなのができますので、そちらはですねまた別の動画として、撮りっぱなしの動画をそのまま上げてるだけなんですけども、別のリンクでご紹介したいと思いますので、そちらはちょっと概要欄の方でご覧いただきたいなと思います。それではですね、このインスタ 360-1X2、こちらがどのような機能を持っているかというのを簡単に説明していこうと思います。X2 ということなので、実はこれ前に 1X というのが一世代前に出てまして、こちらも、結構人気だったんですけども、そこからですねさらに今回は多分一番見た目で変わっているのはここにタッチ式のディスプレイがあるんですけども、こちらがついたことじゃないかなと思います。こちらリコーのシータなんですけども、こちらは、初期の頃はですねだいたいどれも画面がついてなくて、カメラが前と後ろにそれぞれついているという状況になってるんですけども、ちょっと実際に電源を入れてみますけれども、はい、こんな感じで、ちょっとインスタ 360-1X2 越しにちょっと私が見えてる感じなんですけども、ここに画面がついてます。ここタッチするとピッ、はい、こんな感じでいろいろとですね操作ができる画面になります。はい、で、プレビュー中はこんな感じでこう画面をグリグリっとするとですね、見えるようになってまして、ここでどういった感じで撮れてるかっていうのも確認することができます。でこの中に例えば下からスワイプすると、こういう設定とかですね、あとこれもカメラの設定ですね、こういうのとか、これで撮った動画をプレビューしたりとかで、上からすると、はい、こちらも設定ですね、明るさの設定だったりとか、操作音の設定だったりとか、あとはですね音の設定ですね、そういったのができる、ここでですね操作ができるようになってます。で、ちょっと画面に出てるので先に言ってしまいますと、このイヤホンのマイクが出てると思うんですけども、例えば AirPods とか AirPods Pro とかですね、外部の Bluetooth イヤホンマイクとか、そういったものが接続できるようになってます。これも後で検証動画を見ていただこうと思います。動画の画角はですね 5.7K360 度撮影ができるようになっています。
そしてあとはですね、こう横向きにこう使ったりして、ステディカムモードということで、GoPro とか、インスタ 360RS みたいな、そういった感じのアクションカムとして、使うこともできるようになっています。そして手ブレ補正に関しては、フローステート手ブレ補正ということで、かなり強力なですね、手ブレ補正が入っています。そして、あとはですね、さっきも言ってた、超高輝度タッチスクリーンっていうのが搭載されています。で、こちらですね、カバーがしっかりしてあって、実は、10メートル防水も可能になっています。ちょっと借り物で怖いので、今回は試してません。マイクに関しては、表に1箇所、でこちらに1箇所で、この横にこことここの、4箇所マイクがあります。この4つのマイクを使うことによって、360度オーディオでの収録も可能になっています。あとはですね、これとセットで、絶対買った方がいいなというのがこちらですね。このインスタ360と書いた、このような棒なんですけども、こちらですね、見えない自撮り棒ということで、これをグッとこんな感じで伸ばすことができるんですけども、これをつけて撮影するとですね、棒がですね見えなくなって、別のカメラがこちらを撮ってるような、そういった感じで、撮影することができるようになります。この棒自体の長さは115センチぐらいかなありますので、結構ですねこう伸ばすと離れた距離から撮ってるような感じで撮影することができます。ちなみにこういった感じの保護カバーもあります。これつけてないとですね、ちょっとここに、机の上に置いたりした時にカタンと倒れることがあるので、これをなるべくつけてた方がいいかなという感じですね。でこちらはですね、例えばその撮影した、360度の映像として撮ることもできるんですけども、マルチビューとしても撮ることができて、こちらのカメラと、前の方のカメラと、別々になってるんですけども、それをですねこう上下で並べて、表示させたりすることもできます。例えばこれを使って YouTube などで、ライブ配信をすることもできますし、あとはそのウェブカメラとしても使うことができますので、いろいろとですね用途としては使い道があるかなというところですね。外観に関しては前と後ろ、これがレンズがそれぞれついてまして、あとは先ほど言ったマイクが4箇所ですね。こちら側にはスピーカーと、あとこれ電源ボタンがあります。反対側にはタイプ C のポートがあって、こちらがですね充電給電を行ったり、あとパソコンにつないだりすることができます。そしてあとこちらですね、こちらは2つカチッカチッとすればこんな感じで電池が出てきます。で電池を外したこの部分にマイクロ SD が入っています。あとは、こちら側に、ディスプレイ、そして、録画のスタートストップのボタン、あとは、インジゲーターが両面についています。で、底面には、4分の1インチネジのこちらの穴がついてますので、カメラ三脚とか、そういったものにも取り付けることができるようになっています。それではですね、こちらで撮影した動画をですね、ご覧いただこうと思いますので、まずはそちらの方をご覧ください。ですね、今、AirPods に、接続して喋ってます。どうでしょう。今モニターができないので、どれくらい映ってるかわかんないんですけども、はい。こんな感じで、喋ってます。中にはちょっと接続がいまいちっていう、ことも言われてるみたいなんですけども、ちょっと戻ってまた、聞いてみますけども、この AirPods で喋りながら、撮影ができたらですね、この見えないこの自撮り棒をいっぱいいっぱい伸ばした状態で、こんな感じで行ったときに、しっかり音声も入ってくれて、歩きながらの Vlog ができるので、それはかなり便利だなとは思ってますけども、どうなんでしょう。はい。
こちらちょっとまた後で検証してみたいなと思います。じゃあ、これを持って、前 GoPro の時もやったんですけど、走ってみたいと思います。行ってきます。今ですね、5K の 30p ですね。で、自撮り棒自体は50センチぐらい伸ばした状態で歩いてます。普通に歩くスピードで歩いてまして、この辺りはですね、今ここ門司港っていうところなんですけども、港なので、あそこに海上保安庁の船だったりとか、あと警察の船だったりとか、もうちょっと先に行くと、門司から、福岡と山口を結ぶと言っても過言ではない、関門、連絡船っていうのがあって、それに乗るとですね、5分くらいで、九州から本州に、渡れるようになってます。ここ宮本武蔵と佐々木小次郎の、決闘の聖地ということで、有名なんですけど、巌流島も実は近くにあるので、そこまで出るような船っていうのもここから出てます。ちょっと船乗り場の方まで行ってみましょう。こんな感じですね。右が巌流島行きで、こっち側が下関行きとなってるみたいですね。こんな感じで船乗って本州まで歩いていくという風な感じです。船は多分向こうにいるので、しばらく帰ってこなさそうですけども、こんな感じですね。はい、ということで、ちょっと歩いてみました。ということで、ちょっと撮影した動画を見ていただいたりとか、したんですけども、実はこちらアプリがですね、インスタ360フローと、同じアプリで、操作できるようになってるんですけども、カメラをつなげばですね、こちらからピッとやって、録画再生の、操作だったりとか、あとは、編集をこの中で行ったりとか、そういったことができるようになります。こちらインスタ360の、フローだったりとか、この 1X2 だったりとか、いろいろあるんですけども、このアプリが結構優秀で AI を使った編集をしてくれたりとか、あとは、テンプレートみたいなの機能がありまして、それに沿って撮影をしていくとテンプレートと同じような動画が撮れるとか、そういった機能があります。個人的に結構やりたかったこのバレットタイムっていうやつですね。バレットタイム撮影というとですね、一番有名になったのがですね、マトリックスのシーンだと思うんですけども、本当は、たくさんのカメラでですね、人物の周りとかをぐるっと一周ですね、カメラで囲んで、同時に撮影をするとですね、その瞬間、その360度の方向からですね、どこからでも同じ瞬間が撮れているので、止まった動きを角度を変えて見れるというふうな映像が撮れるんですけれども、それが疑似的にというか簡易的に、こちらのインスタ 360 1X2
こちらで撮ることができるようになります。方法としては、かなり、ある意味原始的な方法ではあるんですけれども、そのバレットタイム用の、伸びる糸みたいなのが出て、それに先っぽに、本体をつけてこうぐるぐると回すような撮影をするんですけども、今回はこちらのですね、見えない自撮り棒、こちらを使って撮影を、してみましたので、どんな感じになったかっていうのもご覧いただきたいなと思います。撮影自体を、100fps で行って、それを、ちょっとスローにして見てるので、止まったように見えるという風な撮影の方法なんですけども、実際にこうちょっと棒をぐるぐるっと回すだけでも、バレットタイムのような撮影ができるので、なんかこういうエフェクト的な撮影をしたいという方にはですね、この360度カメラとかっていうのはおすすめかなと思います。このスマホとか、iPad 用のアプリとかもそうなんですけれども、あとは、デスクトップのパソコンでも編集できるようなソフトもあります。またですね、プレミアプロとファイナルカット10とかに関しては、プラグインがあるので、プラグインとかをインストールして、ファイナルカットとかプレミアで開くとですね、その中で編集ができるようになるという、そういったところもちょっと便利かなというところですね。アプリではいろいろと編集だったりとかできるんですけども、もう一つ、やっぱり優秀だなと思ったのは、トラッキングの機能ですね。これインスタ360フローでもご説明したんですけども、対象物をこうピーッと、トラッキングをするように囲んですれば、編集上で、その人物とか私の顔とかをずっと追いかけてくれるような編集ができるというふうな形になります。なので、これ適当にこう持ってずっと撮影しているだけでですね、編集で、後でその自分をずっと撮り続けるような感じのアングルにしてくれるので、例えば歩きながら Vlog するとか、そういった時にはですね、その顔も、映せるし、ちょっと気になるところはちょっとこっち側の景色見せたいとか、このお店が見せたいとか、そういったことがですね、簡単にですね編集上でできるようになりますので、やっぱりこの360度もう全部を撮っておくっていうのはですね、本当に理想の撮影方法じゃないかなと思います。今回はですねちょっとこちらインスタ 360-1X2、こちらちょっとお借りしているものなので、あんまりこう深くは追求できなかったんですけども、なんかですね借りるとこれめちゃめちゃいいなと思って、2もいいんですけども3がもう出てるので、そちらの方もですねちょっと気になって使ってみたいなと思ってます。こちら X2 あと X3 のですね一応リンクも貼っておきますので、そちらから買っていただくとですね多分アクセサリーが特典でついたりしてくるみたいなので、よければですねそちらの方もご覧いただきたいなと思います。冒頭にも言ってたみたいに、YouTube に360度動画を上げて VR みたいな感じで見ることができる、そういった、動画も1本上げてますので、よければですね下の概要欄の方からリンククリックしてよければご覧ください。ということで今回はこちらインスタ 360-1X2 こちらを紹介してみました。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。